ボブ・サップ。ボブ・サップは、日本で活躍した格闘家の中でも、ダントツで成功した人物かもしれません。そんなボブ・サップは、現在何をやっているのでしょう。ボブ・サップは、2022年、誕生日を迎えると49歳になります。一番新しいニュースでは、2022年の4月に、海外 FX のブローカーのアンバサダーに就任したと報じられました。ボブ・サップは、その知名度を生かして、企業からの案件をこなしているようです。現在の彼の住まいですが、タイに住んでいると話したり、グアテマラに住んでいるという報道もあったりするのですが、はっきりした情報はないようです。サップは、2017年に、週刊文春に DV をしていたと書かれたことがあります。しかし、サップは、これを完全否定し、裁判になりました。その後、この裁判が、どうなったのかは報道されていません。チェ・ホンナンは、身長218センチ、体重160キロの超巨大の韓国出身の格闘家です。シルムという朝鮮相撲、韓国相撲と呼ばれる格闘技の横綱になった後、K1 や総合格闘技に参戦しました。格闘技では、体の割には、今一つの印象の彼ですが、2011年に、ソウル市で自身が経営する飲食店で、客の女子大生に暴力を振るったとして書類送検され、2015年には詐欺容疑で逮捕状が請求され、指名手配を受けたと報道されます。そして、その後、ソウル東部地裁は懲役1年、執行猶予2年を言い渡しました。このことがあり、韓国で猛バッシングを受け、表舞台から姿を消しました。チェ・ホンナンは、今、どこで何をやっているのでしょう。チェ・ホンナンは2022年誕生日を迎えると42歳になります。チェ・ホンナンは2015年以降ツイッターなどに頻繁に大阪での目撃情報が投稿されており、パチンコ屋で見かけた、ドンキで見たという話が多くありました。韓国でネットの誹謗中傷を受け、精神的に参ってしまい、今は大阪に住んでいると2020年8月13日にフジテレビ系列で放送された直撃。真相坂上で語りました。大阪の人たちは本マンに温かく接してくれたことが大阪に住む理由だと言いました。しかし、最近の目撃情報の SNS への投稿を探しても見当たらないので、近況は不明です。元気であってほしいですね。クリス・ドールマン、リック・フライ、ハンス・ナイマン。前田明率いるリングスで活躍したリングスオランダ勢、赤鬼、クリス・ドールマンを中心に、サイボーグ、リック・フライ、ナイマン蹴りと呼ばれる二段蹴りの名手、ハンス・ナイマンは、リングスを創世期から支えました。また、彼らは、格闘家の顔の他に、本国オランダでは、用心棒をしていたことも有名です。そんな、リングス、オランダ勢は、今、何をやっているのでしょう。実は、リングス、オランダのハンス・ナイマンは、2014年1月5日、オランダにあるリック・フライと共同経営するジムの前で銃で撃たれて亡くなりました。55歳でした。オランダでは、これは、ギャングによる犯行と報道しました。現地の新聞が伝えるところによると、リック・フライとハンス・ナイマンの2人には、当時、裏社会の住人から死刑宣告の脅しが繰り返されていたようで、フライも刑務所に入っていましたが、出るとすぐに殺されるからと、塀の中に留まっていたという話が伝わっています。その後、この事件がどのように発展していったかは、詳しい情報は出回っていませんが、リック・フライは健在で、現在、ジムの経営者として、選手の育成に関わっています。年齢は57歳です。そして、クリス・ドールマンも、現在77歳で健在です。自身の Facebook に、スパーリングの様子を動画でアップしたり、インスタグラムにはまだトレーニングしていると書かれています。ピーター・アーツは初期の K1 を支えたオランダのキックボクサーです。K1 グランプリを3度制しました。そんなピーター・アーツですが、今は何をやっているのでしょう。2022年、誕生日を迎えると、ピーター・アーツは52歳になります。2017年には、オランダで母国の引退試合を行いましたが、65歳まで試合ができたらと、現役を続ける気満々です。現在、ピーター・アーツは、キックボクシングのコーチであり、プロになるため選手を訓練しています。彼の双子の子供であるモンタナとマルシアーノは、どちらも父親のように格闘技を始めました。ドン・フライ。
ドン・フライは、口ひげがトレードマークの格闘家兼プロレスラーです。レスリングとボクシングの下地を生かしたファイトで、初期の UFC で優勝し、格闘技の黎明期を支えました。アルティメット界の大物として、新日本プロレスに参戦、アントニオ猪木の引退試合の対戦相手も務めています。ドン・フライは、2017年、昏睡状態に陥り、さらに、実未遂まで起こしていたことを告白しました。彼の背中には、金属の器具が入っていましたが、それが折れた状態で気づかず生活していたのです。それが分かり手術したのですが、手術中、脳出血が起こり、ICU に3週間入ったのです。さらに、同じタイミングで奥さんと離婚。落ち込んで自殺未遂を起こしたのです。彼は、人生のどん底まで落ちたのでした。その後、徐々に体は良くなっていったのですが、家も失い、トラックで生活していて、ホームレスだと言い、ファンに心配されていました。ドン・フライは、今、どうしているのでしょう。ドン・フライは、2022年で57歳になります。2022年1月、UFC270 の会場で、彼は話題を作りました。当日 UFC の会場に来ていたドン・フライに、ファンの男が喧嘩を売ったのです。ドン・フライは、男の顔面にパンチを叩き込むと相手を黙らせました。ドン・フライは健在でした。ドン・フライは、あの後、酒もやめてもう一度やり直すことを決意して立ち直ったそうです。ホイス・グレイシー。ホイス・グレイシーは、1993年に行われた UFC の第1回大会で、鮮烈なデビューを飾り、長く格闘技界の第一人者として活躍してきた、グレイシー柔術の使い手です。ホイス・グレイシーは、今何をやっているのでしょう。ホイス・グレイシーは、2022年で56歳になります。今は、総合格闘技の大会から引退し、柔術の指導に力を注いでいます。彼は、一般の人たちにも、柔術のセミナーを開いて教えていて、雑誌、ウェブサイト、トークショーでインタビューを受けたりしています。ホイス・グレイシー柔術ネットワークとして知られる、独自の事務協会を開設して、柔術の普及を行っています。ヒクソン・グレイシー。ヒクソン・グレイシーは、ブラジルの柔術一家、グレイシー一族の三男で、400戦無敗の男として、日本で高田や船木と戦い、これを破り、プロレスファンに大きな衝撃を与えました。そんなヒクソンですが、今は何をやっているのでしょう。ヒクソン・グレイシーは、2022年の誕生日を迎えると64歳になります。今は、正式に格闘技の試合から引退し、グレイシー柔術の発展に努めています。流行り病が原因で、セミナークラス、アカデミーが全て閉鎖されていたため、その時間を利用して、本の執筆に力を入れています。ヒクソンは、UFC のような格闘競技よりも、武道的な側面を重視し、柔術を格闘の道具ではなく、社会の道具として使うことを提唱しています。彼は、コンピューター、携帯電話、ソーシャルメディアの電源を切り、武術の練習に切り替えましょうと呼びかけています。バンダレイシューバ。バンダレイシューバは、プライドのリングで、ミドル級の選手として活躍しました。日本人は、誰一人彼に勝つことができませんでした。そんなシューバは、今何をやっているのでしょう。バンダレイシューバは、2022年誕生日を迎えると、46歳になります。そして、シューバは、今、格闘技の経験を生かしたビジネスを行っています。伝記の出版、企業向けの講演などを行っています。講演の内容は、自身の経験から、チームワークの高め方、人を変え、企業を活性化させる方法など、会社の経営者やリーダー向けの講演を行っています。ミルコ・クロコップ。ミルコ・クロコップは、クロアチア出身の格闘家で、K1、プライドなどで活躍しました。彼の代名詞といえば左ハイキックです。この左の蹴りで、KO の山を築いてきました。ミルコの最後の試合は2019年2月、ベラトールで、ロイ・ネルソンという選手と戦いました。その戦いの後、脳卒中を起こし、すぐに引退すると発表しました。そんなミルコ・クロコップは、現在何をやっているのでしょう。2022年誕生日を迎えると、ミルコ・クロコップは48歳になります。ミルコは、今も、以前と変わらず、トレーニングを行っています。彼の SNS を見ると、トレーニングしてるか、犬と戯れているかのどちらかが多いようです。また、息子とのツーショット写真をアップして話題にもなりました。アレクサンドル・カレリン。
アレクサンドル・カレリンはロシアのレスリングチャンピオンです。オリンピックで3度金メダルに輝き、世界選手権では9回チャンピオンになり、霊長類最強の男の異名で名を馳せました。また、日本の前田明の引退試合の相手だったことでも有名です。そんなアレクサンドル・カレリンは何をやっているのでしょう。2022年誕生日を迎えると、アレクサンドル・カレリンは55歳になります。カレリンはロシア連邦議会で上院議員を務めています。レスリングチャンピオンだった実績を柱に政治活動を行っています。テレビ出演、スポーツ施設への訪問などを積極的に行っています。また、会社を経営していると言われていて、2018年の収入はロシアの平均年収の約10倍で、車が好きで何台も所有していて、とてもいい生活をしていると言われています。ウォルクハン。ウォルクハンは、ロシアの狼、1000のサブミッションを持つ男、魔術師、などの異名で呼ばれた、ロシアの格闘家です。サンボのチャンピオンになり、特殊部隊で、コマンドサンボの教官を務めていたという触れ込みで、リングスに登場すると、卓越したサブミッション技術で人気選手になりました。今は何をやっているのでしょう。ウォルクハンは、2022年で62歳になります。ハンは、ロシアのトゥーラという町に住んでいます。伝説の格闘家として、故郷でスポーツ振興に貢献し、多くの地元の格闘技の大会にゲストとして参加しています。家族と過ごす時間を増やそうと、自分の庭や果樹園で仕事をすることに大きな喜びを感じているようです。息子のジャマールは、父の後を継いで柔道をやっていて、すでに優秀な成績を収めています。エメリアーエンコ・ヒョードル。エメリアーエンコ・ヒョードルは、柔道で実績を残した後、総合格闘技に転向し、その後、2010年に敗れるまで、10年間無敗という記録を作り、総合格闘技界最強と評価された選手です。しかし、最強の名を欲しいままにしたヒョードルですが、2010年6月、10年ぶりの敗北をすると、その後の試合でさらに連続で2度敗れ、3連敗を喫しました。2012年6月、試合後の会見で引退を表明します。引退後は、ロシアスポーツ省特別補佐官とロシア格闘技連盟の代表に就任し、ソチオリンピックの聖火リレーで走者を務めたりもしましたが、2015年12月、39歳で現役復帰します。古傷も完治し、もう一度、リングで戦えるコンディションを整えられると確信を得たからと語りました。そんなヒョードルですが、今何をやっているのでしょう。ヒョードルは、2022年誕生日を迎えると46歳になります。驚いたことに、彼はまだ現役の格闘家です。2021年10月に行われた試合でも、見事な1ラウンド KO で勝利しています。しかし、次の試合が、ヒョードルの最後の試合になると言われています。彼はインタビューで、5月には、シークコンゴとライアン・ウェイダーの試合がありますが、彼らのうち、どちらかと、キャリア最後の試合で戦いたい、と語っています。ヒョードルは、引退後、どうするのか、コーチになるのかという質問に対して自身の格闘技チームのコーチングを行うつもりだと語りました。また、国立農業大学の農学、農薬学、生態学部に入試に合格したことを公表しました。これについて、彼はこう語っています。園芸に人生をかけてみようかな。とにかく、やりたかったことの一つなんです。ガーデニングをはじめ、土地や家畜の飼育、人間の労働に関わるあらゆることに興味があります。そんな仕事をしている人を尊敬しています。残念ながら、お金を稼いでいる人は、本当に働いている人ではなく、ある種の古代広告で注目を集める人たちです。私は好きではありません。社会人を尊敬していますし、自分もそうなりたいと思っています。いつも対戦相手をリスペクトする紳士的なファイター、ヒョードルらしい目標を語ったのでした。はい、ということでございまして、日本でレスラーと戦った格闘家についてでした。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。